トヨタさん、ちょっと気になることがあって、チームメンバー同士が仕事の進め方で、なんかギスギスしてるみたいなんですよね。それは良くないね。で、龍樹くんはどうしたいの？自分で考えて解決してほしいな。いや、二人の間にどうやって入って解決すればいいかわかんなくて相談したんですけど、まあでもとりあえず現状共有しようと思ってまして。指示を待つんじゃなくて、自分で解決策を考えて、行動してほしいんだよね。それがプロでしょ。ちゃんと自分で考えて動いてよ。ピエン大体、組織の話してる。始まりました。大体組織の話してるラジオ。パーソナリティの龍樹です。そして。はい。そして、ここ1ヶ月ぐらいですね、手首を骨折して、ちょっと大変な目に遭っておりましたが、無事復帰してきました、トヨタです。はい。この番組はなんかモヤモヤする組織の悩みをゆるく本音で語り合うラジオです。毎回テーマを設定し、組織開発の専門家である我々がああだこうだ対話していきます。ということで、今日は骨折会ですね。はい。骨折から復帰会ですね。久々ですね、確かに。ちょっとリハビリ的な感じになるかもしれません。まだちょっと人里に慣れてない感じ。そうですね。冒頭ですごい場面がありましたけど、あれは大丈夫ですか？やってないですか？本当にあれ。寸劇は何なんですか？あるよね、こういうことみたいなのはすごい理解できました。もう自分で考えろとか、君はどうしたいんだとかって、そういうちょっとご指導みたいなところって、皆さんの頭の中で思い描いちゃう。最近は言わないにしても思い描いちゃうことないかなみたいな。ちょっとそんな感じでちょっと情景を、寸劇じゃなくて、あれはリアルなシーンとしてやってみたんですけど。なるほど。でもありますよね。確かにその自分で考えて動いてよみたいなのって、その言葉が持つ意味自体は間違ってないとは思います。で、ただ相談に来た人に対してそれを言っちゃうと、もうそもそも相談にならないですよね。相談終了みたいになっちゃいますよね。っていうところが、多分、あれですよね。今回話したいテーマみたいなとこですよね。そうですね。そのチームの課題の解決につながる、ヒントだったかもしれないのに、それすら閉じてしまう。持ってこられる側もめっちゃ認知負荷高い。だけど、放っておくとまずいことになる。で、ただそこで自分で考えろって突き放しちゃうと、もうそこで止まっちゃうし、そもそも何にも解決につながらないと。なので、今日のテーマとしては、ちょっと自分で考えて動けっていう前に、そもそもお互いに相談できる関係性できているか、作れているか、みたいなところにちょっと視点を当てて、語っていきたいなと思っておりますと。解決方法とセットで持ってきてくださいみたいなのもよくあると思うんですけど。ありますね。思うんですけど、出せたら持ってきてると思うんですよ。本当だわ。そう。本当だわ。じゃあ解決方法の出せない問題は来ないでいいですよって言っちゃってるような感じになっちゃうので、持ってこないでいいですよってね。持ってくんなと。そう、それはそれでやばいですよね。解決方法が思いつかない課題も大きな課題の可能性もあるので、やっぱりそういうセンサーを働かなくしてる、異常検知させなくしてるみたいな、ことにはなってるとは思いますね。そのね、改善の目を潰してしまうような、自分で考えろみたいな、いわば正論ですかね。それがなんで相談を止めてしまうのかとか、で、やっぱり最終的には、チームの関係性を作るっていうところにつながってくるかなと思うんですけど、そこって、じゃあそもそも、もしかしたら日々の1対1のやり取りの中から育んでいくとか、そんなところをですね、今日のテーマでは語っていければなと思います。なんでしょう。自分で考えろ。解決策を持ってこい。俺は忙しいんだ。そんな曖昧な状態で持っていくんじゃねえみたいな、時としてこんな感じで言ってしまうかもしれないんですけど、なんでこうなっちゃうのかなみたいなところをちょっと、会話していきたいなと思うんですけど、そうですね。自分で考えろ。裏側の前提としては、主体的とか、自立、プロ意識みたいな。それを、免罪符にしながら、そんな思考になりやすいかなと思うんですけど、この辺どうです？トヨタさんの感覚あります？そうですね。その言葉自体、主体的に動こうとか、自律的に動こうとか、
プロでしょ、それがプロでしょ、解決策まで考えるのはプロでしょ、みたいなのは、うん、全然その言葉だけを切り取ったら間違ってないですよね。うん、正しいんですけど、うん、それがなんかもうそうじゃない状況になって相談したいときに、うん、それで返してしまうっていうこと自体が問題ってことですよね。どうしたらいいかわからない。とはいえ、このまま放置したらまずいっていう、そうですよね異常検知をしてくれたものに対して、そこをいや、主体的に考えろっていう、そうです。それで返してしまうこと自体が、まず、そもそもずれてるっていうか、おかしいっていうか、うん。だからもう、異常時になっているのに、うん。平時の普段自分で考えて動こうねっていうのを押し付けちゃっているっていう状態になっちゃってるってことですよね。まあ、なので、そうですよね。押し付けた結果、まあ、相談は減るし、問題も解決しないし、まあ、問題が上がってこなくなるみたいなのは、まあ、確かに結果としてありますよね、と。そうですね。まずそうですね。入り口で返しちゃうことでそうなっちゃうよねっていう問題が一つ。あとは、なんか、今回の例で言うと A さんと B さんがなんか、うまくいっておりませんみたいな、チームの課題みたいな感じじゃないですか。そうですね。それをなんか、持ち込んでくれた龍樹くんの宿題にしてしまうのは、まあ割と酷ですよね。要は観測している人が、まあ両僚間のまずギスギスした関係性で、多分同じ立ち位置の人が見てる景色ですよね。そうですよね。それをまあマネージャーである、まあ、トヨタさんに相談したんだけど、結構酷なことしてますね。そうですよ。だって、同じ立場の人からしたら、これはもうトヨタさんが解決するような課題だ、問題だっていう認識結構暗黙の前提であるのに。で、トヨタさん気づいてないかもしれないから教えてあげようって龍樹くんは持ってきたはずですよね。お前考えろよみたいな、それを。いや、それ酷だな。酷だな。まあ、これは今回のケースに限りですけど、そうですよね。で、さらに言うとそれをなんか、個人で扱っていいテーマなのかどうかの判断も、まあ、されてないですよね。確かに、その関係性のギスギスをなんかね、自分の個人で解決しようって結構無理っていうか、お前が何言ってんだよですよね、その当事者間からしたら。そうですよね。そうですよね。ちょっと一旦ここでは、まあ自分で考えて動け、みたいなことを言ってしまいますと。で、そうですね、そう言ってしまう側の論理みたいなところをもうちょっと深掘りしていくと。それで言うと、そこつまりもうなんか役割分担が、そのトヨタと龍樹くんでずれてるんですよね。龍樹くんは、これはトヨタさんのタスクだろうと思って持ってきてる。ああ、そっか。で、トヨタさん、聞いたトヨタさんは、これ龍樹くんが解決する話だろうって返しちゃってるんで、なんかまあお互いの役割分担とか、なぜその話題を持ってきてくれたのかっていう期待値が合ってないとか、何を期待して話してくれたのかとか、合ってないとかですよね。確かに。そうですよね。で、そこがずれたまま内容の話をして、なんか、そこがずれたまま返されちゃってるっていうことですよね。そもそも僕と龍樹さんの、なんか、関係性がまずできてない。これ、なんで持ち込んだのかとか、そういうところの認識が揃ってないみたいな。まあ、関係性ができてない。そうですよね。まあ、お互いの期待が分かってない。まあ、役割分担も曖みたいなところ、多分もうちょっと深掘ってみれば、お互いの背景みたいなところが多分、まるっと抜けちゃってるみたいな。そうですよね。確かに。そうですよね。で、そこを省略しても伝わるのは関係性ができてる時で。できてる。そうですよね。そう。ああ、なるほどね。それ大変だ。ちょっと考えようかって、例えば、トヨタさん側がなったとすると、それは関係性ができてるから、その内容だけ話しても大丈夫。まあ、なので、自分で考えて動こうみたいな話自体は別に大事なことなんですけど、もはや、それができたらやっているわけで、相談が来たということはもうそうじゃないイレギュラーケースなので、それをなんかシャットアウトしてしまうのにその言葉を使っちゃうと、まあいろんなものを見落としたりしてますよねっていう話ですよね。そうですね。それは主体性がないっていう話じゃないよっていう話ですよね。相談に来てくれたっていうこと自体は。
いや、むしろ相談に来てくれた主体性じゃんっていう。そう。そこに立てるかみたいなね。そう。そんなめんどくさいことを持ってきてくれた時点で、主体的ですよね。まあちょっとね、条件反射的に自分で考えろ。自分で解決策考えて持ってこいみたいな。多分悪気はないとは思うんですけど、むしろちょっと文脈変えると、その人の成長を願って言ってるみたいな。そういうこともあるかなと思うんですけど。良かれと思ってやっているんですみたいなやつですね。そう。まあそうっすよね。はい。いや、これおこがましい話かもしれないですけど、僕が考えたら全部僕が解決する人になっちゃうっていうか、この組織みんな、そう。だから、いや、これはもう自分で考えて、自分に相手に考えさせようみたいな、結構そういう視点僕あったなみたいな、例えば次にリーダーを担ってほしい期待値とか、なんかそういうのがあるのであれば、その期待値をまず伝えないといけないし。確かにね。それ、あれですよね。自分の中では、もしかしたらね、その人にめちゃめちゃなんか期待値が高くて、いや、次のもう昇格は彼だみたいな。いや、ここはもう考えてもらおうみたいな。そうですよね。だし、あと、その期待値を伝えた上で、それでもできないから相談に来てるかもしれないじゃないですか。であればなんか、ちょっと一緒に深掘ってあげて、で、ここから先は考えてみてとか。そういうふうに返さないと、なんか、あまりにも01でやってしまうと、なんかやっぱり相談しづらいな、この人にはってなっちゃいますよね。ちょっともうちょっと視点変えて、今、とはいえ今のって、いい上司じゃないですか。まだいい上司でもこうやっちゃうじゃないですか。もうちょっと変えると、その前提をまたガラッと変えて、これ自分で考えろが、いや、俺はそれ簡単にできるよみたいな。なるほど。そういうのもないですかね。あると思います。自分にとってはその問題は全然解決できるから、相手もできるはずだみたいなのは、あるとちょっとずれちゃいますよね。でも、相手はその領域が苦手かもしれないしね。だから、むしろ相談したいし、教えてほしいとか思ってるかもしれないですからね。なんか、いや、俺も苦労したから、お前も苦労しろみたいな、なんかそんなのもありそうだな、みたいな。そうですよね。まあ、そもそも、なんか問題が起こっているっていうことに対して、どんな問題が起こっているのかを掘り下げるみたいなところは、まあ、一緒にやった方がいいと思いますね。で、それはリーダーの仕事だと思いますね。丸投げ、自分で考えなさいって言って丸投げして返しちゃうのは、なんていうんですか、放任になっちゃうんですよね。一口も咀嚼せずに、もう、ペット。そうですよね。相手にそのまま突き返すっていうね。めちゃめちゃなんか機会損失をしてるかもしれないですよね。こういう時に、なんかよく陥りやすいのが、まあ、個人の能力の話になることって多くないですか？例えば今回のケースで言うと、持ち込んでくれた龍樹さんに課題解決能力がないから、改善案なしに持ち込んでいるので、持って帰って考えてもらおうみたいな対応しちゃってる。それはなんか、個人の能力の話になってるじゃないですか。で、あとこう持ち込まれたテーマに関しても、例えば、なんか、A さんと B さんがうまくやれてませんっていう時に、A さんに何かがスキルが足りないんじゃないかとか、B さんが例えばまだキャリアが浅いからわからないんじゃないかとか、なんか個人の問題にされてしまうことって多いと思うんですけど、なんか多くの場合、関係性に問題があることが結構あると思うんですけど、なんかそこにみんな意識がいかない。っていうのはあると思いますね。その関係性って何かというと、例えば A さんと B さんが、B さんがわからないことを A さんに聞けてないとか、龍樹さんとトヨタの話で言うと、龍樹さんがこれはトヨタさんの扱う案件だと思っているけど、それが伝えられてないとか、そういう、なんかお互いの関係性がうまくいってないせいで、こういうふうにこじれているっていうことに気づけない場合が多いのはありますよね。その相談してくれた人と自分の間で、
そもそもそこを能力の問題で解決しようとしてる時点で、対岸で起きているギスギス関係なんて、それも個人の能力だろみたいな、そういう解決、なんだろう、頭のロジックにはなってる。確かにそれめっちゃありますね。そうですよね。なんかそういう、それは個人のスキルの問題だよねとか、それは解決策が考えられてないせいだよねみたいな風にしてしまうと、なんか、もう個別対処がひたすら続くんですよね。確かに。で、チームの問題を見えなくしちゃってる。そもそもそういうことを普段から言いやすくするにはどうしたらいいのかみたいな話とかには、まあもうどんどん遠ざかっていくんですよね。だからもう多分やり方がカウンセリング的なご指導を一人ずつこう。そうそうそう。重ねていくみたいな。チームっていう単位では取り扱わずに、なんかその自分が一人一人のご指導していくみたいな。なるほど。そうですよね。でも関係性ということに気づけてないから個人の能力のせいにしちゃうというべきなのか。概念をそもそも知らない話だとは思いますね。まあ自分で考えて動けって言ってしまう、その裏側は、やっぱり個人の能力っていうものが大前提になっているかもしれない。で、そうなってしまうと、自分にも個人の能力っていう多分当てはめ方をするので、ただ自分も答えを出さなきゃいけないっていう多分前提にもなってるかもしれないみたいな。ああ、なるほど。はい。で、まあただ、本当にそうなのかみたいなところで言えば、さっき話していたように、どっかのその役割とか期待値がずれていたり、まあそれってやっぱり関係性がずれていたりみたいな話かなと思うんですけど、そういったずれに課題があるんじゃないかっていう問いを立てられない。だからこそ結果的にこう自分で考えて動けみたいな発言になってしまうみたいなところはもしかしたらあるかもしれないですね。あ、面白いですね。なんか今話聞いてて思ったのが、そうか。メンバーが考えて動かなければ、自分が考えることになっちゃうから、個人主義。個人主義だと。個人主義だと、そういうことか。だからあなたが考えることでしょって言っちゃうのか。あ、そう。はい。やっぱ立ってる前提がね。そもそも誰か個人が答えを出さなきゃいけないっていう考え方が、その根本にあるから、そういう対応になっちゃうのか。ああ、面白いですね。なるほど。面白いですね。で、そもそもそこが、お互いに期待値のズレだったりとか、何かのズレとかで、関係性ができてないことに気づけないと、そうなっちゃうってことですね。そうですね、そうなっちゃう。なんか悪循環みたいな感じがしますね。あなたか私になっちゃって、ウィーにならないってことですね。ああ、そうですね、主語が。そんな感じはしますね。なるほど。いや、すごい深いですね。ねえ、なんか、見えてきました。はい。まあ、で、ちょっと今日はそうですよね。じゃあどうすればいいのかみたいな話も考えていきたいなと思うんですけど、まあさっき話した通り、関係性のズレみたいなところが課題として挙げられるんじゃないか、みたいな話かなと思うんですけど、まあよくわからないかなとは思いながら、でも、やっぱりその起点となるのは、やっぱこう、1対1の関係性っていったところが、やっぱ良好というか、やっぱ健全な状態が一つ大事かなと思うんですけど、その1対1の関係性ってじゃあどうやってっていうかそもそもその関係性があるからどう繋がっていくかみたいな、そんなところもちょっと話していければいいと思うんですけど。例えばチームっていう5人とかだと仮定して、5人で集まって何か話しましょうっていう時に、さっきの A さんと B さんがうまくいってなかったら、5人で集まってもどっちか意見が出しにくいんですよね。まあまあそうですね。そうですよね。まあなのでやっぱり1対1である程度良好に関係性が作れてないと、集めてもまあうまくはいかないかなと。思います。その1対1っていうのは、今のは横の、同僚と同僚みたいな話ですよね、と。そうですよね。この多分扱う1対1ってパターンがあって、まあ、その垂直的なつながり、上司と部下。で、チームっていう関係性を扱う以上、やっぱり僕的にはこの垂直からが結構大事かなとは思うんですけど、ちなみにそこってトヨタさんなんか視点あったりします？もちろんあると思いますよ。その、上下が、うまくいってなかったら、その上司の人がいる5人の会議、うまくいかないってね。すごい、当たり前のような普通のことですよね。で、逆に上下がうまくいってる、その2人で話してたらすげえうまくいってるのに、
5人で集まったらうまくいかないんであれば横に問題がありますよね。確かに。どっちも影響は出ると思います。まあでもなんか上下がうまくいってないと、横で変な結束もできちゃうかもしれないですね。いや、そうです。歪んだ。それはでも逆に言うと、だから上下に問題はあって、横はうまくいって、うまくいってるって言っていいのかどうかわかんないけど。不健全にうまくいってるみたいな。健全に、そうですね、コミュニケーションは取れているみたいなことになっちゃうですね。はい。でもそれ両方の関係性が、できていないと、チームとか組織とかっていう単位でうまくいかせるのは難しいですよね。ちなみにじゃあそのチームの関係性って、まだまだこれすごく抽象的で、見方変えればみんな仲良しみたいな、なんかそんな感覚もあるかなと思うんですけど、なんかそれちょっと分解していくとどんな情景というか、例えば、さっきで言うと、相談しても大丈夫とか、相談持ち込んでも大丈夫みたいなのも一つ関係性良いみたいな判断はできるかなと思うんですけど、なんか他にあったりしますかね。もうこれマジわかんないっすって言っても大丈夫とかとか、あとはその個人攻撃にならないみたいな。もうこれわかんないっすって持ち込んだものを、それはあなたが悪いんじゃないのみたいに返されないみたいな。だからもう出してくれた時点でもう俺らで取り扱おうみたいな、なんだろうな、状態に慣れてるみたいなのが、この良好なチームの関係性みたいな状態かな、みたいなところですかね、と。でもこれ上下関係と全く同じじゃないですか。そうですね。そこに差はないと思いますね。でもなんかちょっと全然それるんですけど、僕ワクワクするんですよ。全然構造化されてない課題を渡されると、悩みが来ると、なんかもう変なスイッチ入っちゃって、もうどうしようみたいな状態ほど、一緒に解決しようみたいな、楽しもうぜみたいな。そうですね。それ僕も同じですね。うわ、何それ、ちょっと、それは気づいてなかったとかになるですね。で、それってでも、聞いただけだと、自分は見てないからわからないじゃないですか。だからやっぱ興味出るんですよね。それで、どういうこと教えてって。そう。で、でもそのスタンスは大事だと思うんですよ。興味持って、なんか一緒に考えようみたいなのは大事で、そうならない理由がさっきの個人主義につながると思うんですけど、誰の課題かを先に考えちゃうのは危険かなと思います。誰の課題か。誰のタスクか、誰の課題か。それは誰だよねって先に考えちゃったらもう絶対一緒に考えることにならないじゃないですか。それはあなたでしょとか。なので、その起こってること、事象にそもそも興味を持って、その持ち込んでくれた人と一緒に認識を揃えるっていう方を先にやらないと、誰っていうアサインを考えちゃうと、もうそこから先って話はそういうふうにはならないですよね。知的好奇心を持ちながらも、どこでずれているのかっていうのをちょっと一緒に考えたりが、ちょっと今回のシーンでは大事だったりっていうか、大事な視点って感じですかね。その話をしてて思い出したというか、出てきたんですけど、その1対1の関係をじゃあどうやって作るのっていうと、有名な成功循環モデルってやつがあるじゃないですか。ダニエル・キム先生。そう。で、その1対1の関係性の作り方は、なんかそれにのっとってやっていくのがいいかなとは思いますよ。その理論を足場にしながら課題を見立てたり、ちょっとアクション考えたりみたいな距離感ですかね。ちなみにちょっとおさらいしていいですか。成功循環モデル。権威のありそうな。そうですよね。権威のあるやつですよね。昔ノートに一回書いてるんですけど、組織がうまくいくためには、その成功循環モデルっていうのが大事ですって言われてるやつで、主体的に動くためにもこれが大事だなと思います。で、そもそもなんですけど、一つ目が、まず関係性なんですよ。成功循環モデルって。一番スタートになるのが関係性。で、お互いに信頼して安心して本音を言えるから、まず関係性が良くなりますと。それがあるからこそ、その思考の質が上がりますと。本音で話せるから前向きに考えられるんですよね。で、これが本音で話せないとそもそもなんか余計なことに脳のリソースを使っちゃうんですよね。これを話しても怒られないだろうかとか、こんなこともわからないのかと思われないだろうかみたいな、なんか余計なことに脳のリソースを使うんですよね。
うんうん。でも、それがなければ、安心して本音が言えれば、そもそもの考えるべき質も上げられますっていうのが2番目です。うんうん。はい。で、それがあるからこそ行動の質が上がるんですよね。うんうん。早めに相談して、周囲を巻き込んで、新しいことやっていこうとか、問題を解決に向けて動こうみたいなことができるようになるんですよね。で、そういう3番目、行動の質も上がるからこそ、結果の質も上がる。問題が、早く見つかって早く解決できるとか、上下だけじゃなくチームでもそういうことが話せるようになれば、他の人にもノウハウが伝わったりとかしますよね。っていう、成果が拡大していくっていう。この4つですね、関係性の質から始まって、思考の質、行動の質、結果の質っていうふうにつながるので、もう一番最初は関係性の質ですって言ってるのが成功循環モデルですね。なるほど。関係性が悪いままいくら考えても、いくら主体的に動けと言っても、そこの2番目以降の質は上がらないですよっていうものですね。最悪じゃないですか、その自分で考えるなんて。そうですよ。その観点で言うと最悪ですよ。もう今すぐにもう結果を出せみたいな、もう結果起点で回そうとしてるみたいな。そうですよね。そうですよね。結果起点ならば逆ですよね。行動しなくなるし、思考も落ちるし、関係性も落ちるし。そうです。そうです。逆も悪循環モデルってやつです、それ。そうではなくて、まずは関係性から。そうですね。結果、それがあるからこそ、自立主体性、ちょっと思考のマインドセット変わっていくし、みたいな。なので、なんかあれですかね、成功循環モデルありますけど、一定この関係性のズレが、こう、現場で振り返った時に、どこかでこうズレがある。そこの質を上げていけば、結果につながってくるっていう、ちょっと、その、姿勢を持っておくっていうことは大事だと思いますし、そうですね。逆にこの理論があるからこそ、なんだろうな、その理論、それが正解とは僕は思わないですけど、ちょっと理論を一つ足場にしながら、こう、よりこの抽象的な人間関係の問題をちょっと構造的に見立てられるみたいのはすごく使えそうですよね。そうです、そうです。考えやすくなりますよね。多分大前提は、あくまでそれを仮説を立てて、こう検証していくみたいな、それが正解ではないとは思うので、それをもとにちょっと自分なりに仮説立てて、ちょっと検証してみて、また変えていくみたいな、そんなところが非常に大事というか、そうですよね。感じですかね。関係性の質が良ければ、その仮説が間違ってたってことも言いやすいじゃないですか。確かに。最初の仮説違ったんで、ちょっとこういうふうに変えてみましょうよ、みたいな話もできるじゃないですか。それをなんか、自分で考えろよで返し続けていたら、厳しいですよね。もう2、3周回ってかもしれないですけど、俺わかんねえって言えるってやっぱ最強かもしれないですね。そうですよね。そうですよ。ここまで今組み立てて話しながら考えてきましたけど、やっぱりこう自分自身、それこそリーダー自身がなんかわからないって言えるって、結構大事かもっていうか。で、そんな極論全部わからないって言ったらこの人大丈夫かってなるんですけど、もちろん、ここまでは考えたし、ここまではやってみたしとかね。いろいろあると思うんですよね。で、ここはまだわからないっていう、そうですよね。そういう伝え方が大事ですよね。0-1じゃなくて、どこまでは分かっていて、どこまでは分からないことなのかとか、そういうのを話すことが大事ですよね。そうですよね。で、かつその関係性のズレの問題って、そういう対話の中で実は少しずつ繋がっていくっていうか。そうです、そうです。結局、そのズレの中で埋めるものって、お互いの背景の理解とかだとなってくると思うので、実はこう分からないって言ってそういう説明してる、文脈を共有してる瞬間にも、実はズレは生まれ始めてるみたいな、結構それはあるんじゃないかなとは思いますね。そうですよね。まさにそうだと思います。こんなことを言ったら、自分はそんなこともできないのかと思われるかもしれないみたいなので、今なんかちょっと上下関係の下側の話をしたかもしれないですけど、上側の人も同じだと思ってて、わからないと言ったら、この人ダメなんじゃないかと思われるかもしれないからわからないと言えないみたいなのもあると思うんです。確かにそうですね。なんかもう、一回、そういう現場に行きたいな。どういうことみんなっつって。
それ個人の問題じゃないよっつって。なんかそういうきっかけすいません、それてます。はい。そういうきっかけ作ってあげたい。でもいい気がします。なんか、そうですよね。だからさっきの個人主義にいる限りこれに気づけないっていうのは、まあ本当にそうだと思います。マネージメントも出来上がったもう関係性役割が暗黙である中で、いきなりこれに振り切るって難しいし。そうですよね。まあちょっとそんなすいません。悩みもありながらですけど、ただ一気にそれをドーンってやるっていうのも難しいっていうのが多分僕の今思っている前提で、だから僕みたいな変な人が言っちゃおうみたいな手段にはなったんですけど、でも大事なのはやっぱり最初にも言ったけど、まずはそこの1対1の関係性の中で関係性の質、ズレがあるんじゃないかないかとか、見立てながらやっていくみたいなのが大事ですかね。じゃあまあ具体的にどうしていったらいいのみたいなの。いきなり関係性の質って言われて、一緒に飲みに行きましょうじゃないとは思うんですよ。まあ、それ飲みに行くのもちろんいいですけど、で、お互いのパーソナリティを知るのも大事ですけど、やっぱそれだけではちょっとなかなか、翌日職場で一緒になったら結局変わらないみたいなこともあるとは思うんで、趣味の話はできるようになったが仕事の話はできないままですみたいな。なんか一番気持ち悪いかも。そう、状態になっちゃう可能性もあるじゃないですか。なので、まあじゃあ何したらいいのかみたいな話ですけど、でもこれさっき龍樹さんが言ってくれた、僕そういう自分が知らない話題が来たらすごい興味が出ちゃうって言ってたじゃないですか。あれが大事だと思ってて、何か相談事持ってきてくれた時に、まずちょっと一緒にそれを見ましょうと。一体これ何が起こってんだろうねっていう、二人とも客観的になって、起こってる問題について考えてみる、見てみるみたいな、認識を揃えてみるみたいなことが必要かと思いますね。で、その上で、その課題が特定できたら、じゃあ、誰が扱うべきかって話せるようになると思うんですよね。で、初めて、その、冒頭の寸劇じゃないですけど、じゃあこれ、龍樹さんできそうじゃんみたいな話になればやればいいし、マネージャーのトヨタがやんなきゃいけないことだなってなったら、やっぱりトヨタがやんなきゃいけないし、もしかしたら二人で一緒にやった方がいいんであれば、なんか役割分担みたいなことを話し始めてもいいと思うし、みたいなところに持っていけると思いますね。この原体験があれば、多分、その、相談するときにこの要素がわかるじゃないですか。はい。なので、より多分次の相談の時は、多分もっと多分スムーズに、お互いに問題を一緒に見やすくなるみたいのが想像できたんですけど。まあ一歩目はちょっと丁寧にリーダー自身が切り分けじゃないんですけど、をしていくみたいなのは良さそう。その原体験をもとにちょっと次はもうちょっとね、相談者側でも考えてもらうみたいな。それはなんか健全にできそうな。健全に主体性を育むみたいなのができそう。で、僕、こういうケースの時にもう常に言ってるのは、誰がやるかはもう本当に一番最後まで決めないようにしてくださいって言ってますね。なるほど。もうこれ先に決めたら、もうそこから先ほとんどうまくいかないですね。ああ、そうなんですね。そもそもその、誰かがそれを扱えないスキルの人になっちゃったらもううまく進まないですし、あと自分の都合のいいように解釈しちゃう人もいますし。なのでやっぱりその誰がは決めずに何が起こってて解決すべきはここで、じゃあこういうことをやっていきましょうみたいなのを話すことが大事ですね、まず。めっちゃ学びだな。そもそも何が起こっているのかとどうあるべきかを解き明かすところまでは、みんなでやらないといけなくて。そのためには誰のボールかは決めない方がいいです。みんなで気持ち悪さをちょっと共有しながらみたいな。なるほどね。で次はやっぱり龍樹さんこれも言ってましたよね。わからないと言っていい。で特にリーダーも言っていい。まあ、だから一緒に見ていきましょうにつながるんですけどね、さっきの。あとはやっぱり、もう1と2に含まれてますけど、もう個人の反省会とか誰かのせいみたいなことにしない。全体でどこが停滞してたのかとか、どこで意思疎通がずれたのかとか。まあなんかね、やり方としてね、まあこれはちょっとややワークショップの手法的なものですけど、そういう課題をね、何かに例えるっていうか、モンスターとか、
お化けとか、ななんかそういう視点で多分本当に扱うみたいな。共通の敵ですね。そう、共通の敵。うんお互いによくわからないお化け、モンスターみたいな。これどうするみたいな。を集まってる人で倒す方法を考えるみたいな。そうですね。だから二人で話してても、それはあなたが伝えてくれなかったからダメだったんですよとかっていうんじゃなくて、まあこの情報を伝えなかったことで問題が起こったよねっていうところまで特定できたら、次から私から報告するようにしますねっていうのは本人が自然と言えるはずなんですよ。なるほどね。それを先にあなたが言わなかったからダメだよねっていうふうにしちゃうとうまくいかないですよね。あれ私のせいみたいになっちゃうじゃないですか。そうだね。難しいね。そうだね。で、まあ、そういう関係性が、まあ、そもそも1対1でできてくれば、おのずとチームでもできるようになりますねっていう話ですね。なるほど。まあ、それは1対1垂直的な上司と部下もそうですし、まあ、部下と部下もそうかもしれないけど、まあ、そういう関係性の積み上がって、やっと、チームの関係性っていうものが出来上がってくるみたいな感じですかね。まあ、逆に言うと、最初にチームから始めてもいいんですけど、チームがうまくいかないのであれば、分解してどこの関係性なのかみたいな風に辿っていくこともできると思いますね。でよく職場環境が大事です。言いやすい環境が大事です。みたいなことを言うと思うんですけど、まあそれはつまりその関係性がうまく作れる状態のことですよね。環境っていうとなんかね、話しやすい会議室とか。フリーアドレスとか。フリーアドレスとか。まあそういうのももちろんありますけど。あるけどね。ありますけど、そうではなくって、その違和感を言いやすいとか、わからないと言いやすいとか、っていうのがかなり大きな環境要因ですよね。やっぱそこが、まず大前提、土壌として整ってないと、主体的な行動っていうのも自発的にできないし、チームの成果とか結果にもつながりづらいみたいな、そんなところがありますよという。はい。大体組織の話してる。ということで、まあ、今回は、まあ、自分で考えて動け、まあ、主体性を持って考えろとか、解決策を持ってこいみたいなところあったかなと思いますが、まあ、その前に相談できる関係性を作れてるか、そこをちゃんと課題として認識していくっていうのが、個人の主体性を育んでいくみたいなお話だったかなと思いますと。そういう自分で考えて動けみたいな言葉っていうのは、関係性ができてればそれはそれでもしかしたら健全に回るかもしれないんですけど、できない中でそれやってしまうと、よりそのチームの問題をまあ隠してしまうっていうか、個人の中に問題を閉じてしまうっていう可能性があるので、そこはかなり気をつけないといけないなっていうところが非常に学びだったかなと思います。だから何でもかんでも自分で考えて動いてで返すんじゃなくて、まあ相談に来たということは、自分で考えて動こうとした結果、もう立ち行かなくなったから来てるっていう可能性は結構あるよっていうところに気づいて、気づかないと、逆に言うと何も言わない、何も持ち込んでくれない状態になっちゃうリスクがありますよっていう話ですよね。火事ですっていうセンサーが鳴った時に、いやいやいや、うるさいから止めてって言っちゃったら、きついですね。そう、火は消えないですよね。消えない。火が燃えたままになりますよね。っていうのにならないように気をつけましょう、みたいな。そうですね。ね、相談を受け取る姿勢のところでも、やっぱりその個人の能力っていうものに全てを問題の原因にするのではなくて、もしかしたら登場人物間の関係性のどこかに課題があるんじゃないかっていう見立ても一つ視点として持っておくのがまあ大事かなというのと、はい。これは我々だけかもしれませんが、そこにちょっと知的好奇心を持ちながら一緒にその問題を咀嚼していくっていうのをやれると、より良い状態になるみたいなところが見えてきたかなと思います。ということで、引き続きトヨタさんのノートでは組織課題にまつわるノウハウをたくさん書いてますので、ぜひ見てくださいと。はい。あれですね、成功循環モデルは多分以前書いてるんですけど、なんか今回の話で結構その周辺の解像度が上がった感じは僕もすごいしたので、また改めてその今回のバージョンを書きたいなと思いました。ありがとうございます。はい、ということで本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また。